今回また新たにコックピットシミュレーターから 737XCDU と EFIS をご提供いただいたので、こちらの2つの製品を紹介していきたいと思います。これまでにもいくつかの CDU をレビューしてきましたが、このコックピットシミュレーターもとても精巧に実機を元に作られた製品になっているので、様々な部分をレビューしていきたいと思います。また動画の最後にはリスナー様へ向けた特典もあるので、ぜひ最後までごゆっくりとお楽しみください。今回のコックピットシミュレーターですが、数年前に CS737X MCP パネルのレビューもしているので、気になる方は右上のこちらから、または概要欄のリンクからご覧いただけます。それでは早速 CDU の方から開封していきたいと思います。これまでレビューしてきた他社メーカーと同様に綺麗に梱包されていました。開封して製品の方を手に取ったところ、瞬時にこれまでと違う点に気づきました。まずこの 737XCDU ですが、重量感があり、本体の素材が金属製となっているというところです。フルメタル構造となっていて、重さは約 1kg あり、見た目から高級感が漂っていました。ボタンの方はシリコン製で、実機のアビオニクスに近い感覚を再現されています。ボタンを押した時もとても押しやすく、CDU の入力がスムーズに行えそうです。また付属品のスタンドは前回取り上げたウィングフレックスと同じタイプのスタンドとなっています。他には USB ケーブル1本とネジ類が付いていました。取り付け方法も同じようになっていて、裏面についている2つのネジを一度外し、再度スタンドの穴にはめてドライバーで締めれば完了となります。スタンドの取り付けも非常に簡単になっているので、この辺りは迷うことなくスタンドに取り付けることができると思います。またパソコンへの接続は裏側に USB ケーブルを挿してつなぐだけとなります。プラグ&プレイとなっていて、コックピットシミュレーターブリッジを立ち上げるだけで特に設定などが不要になっています。またさらにこだわりを感じたのが、他社メーカーでは省略されている実機と同様にハンドルがついているというところです。実際ではおそらく CDU を取り外すメンテナンス用のハンドルですが、この辺りも細部まで設計されています。ハンドル部分も金属製なので、下ろした時に金属製の音がしていました。続いて EFIS の方も開封していきましょう。ボーイングの EFIS の方は初めてレビューするんですが、ミニマムの数値の設定はエアバス機とは違い、ノブで回すタイプなので、マウスだと少しやりにくいと思った方も多いのではないでしょうか。そのあたりも手元で調整ができるので、快適にフライトが可能になると思います。素材の方は MCP パネルと同様にプラスチック製で、スケールは1分の1スケールとなっています。こちらも付属品は USB ケーブルとなっています。接続の方は CDU と同じく USB ケーブル1本で簡単に接続ができるようになっています。実際に何度か使用しましたが、EFIS には様々なコントロールが備わっていて、非常に感度も良く便利なデバイスだと思います。また動作にはコックピットシミュレーターのホームページから専用のソフトウェアをダウンロードしてインストールすることで MSFS を起動させ操作することができます。このようなデバイスはソフトウェアが必須となりますが、コックピットシミュレーターブリッジではダントツにつながりが早く、すぐに操作することができます。続いてはパソコンにつなぎ、さらに詳しく CDU と EFIS を見ていきます。デバイスのバックライトはシムライトと連動していて調光可能になっていて、雰囲気も素晴らしい仕上がりになっています。明るさの調整もシムライトと同様にかなり細かく調整ができるようになっています。CDU のボタンはどのメーカーでも同様にワンクリックでカチッと動作し、やや硬めの押し心地ではありますが、押しやすく丈夫に感じました。ディスプレイに関しては他社と比べると文字が非常に綺麗に見え、高解像度となっています。ウィンウィングのように本当のカスタマイズなどはありませんが、
この CDU のデバイスでは実機のフォントにより正確に近づけている印象がありました。またディスプレイの明るさもブライトネスのボタンで調光ができ、適切な範囲で細かく調整ができます。さらにエクスキュートキーのライトも適度な明るさで点灯し、かなり実機に近くなっていました。他にも両サイドにメッセージ、オフセットなど必要に応じてしっかりと点灯するようになっています。このようなデバイスの中ではバックライトの光り方は一番落ち着いていて非常に綺麗な色合いになっていました。続いて EFIS のコントロールパネルを見ていきましょう。EFIS もフライト時にはよく使うパネルとなるので、こちらも非常に便利なデバイスになると思います。まずバックライトに関しては先ほどと同様に SIM 内と連動して点灯します。上部の2つのノブは2段になっていて、他のノブやスイッチが小さなスペースではありますが、かなり多く備わっています。できることが多いのでフライトにはとても役に立ちそうです。まずは下のボタンですが、ここにはウェザーレーダーやテレインのオンオフ、ナビゲーションディスプレイに表示できる様々なものがあります。ボタンの方は CDU と同じくワンクリックでカチッと動作します。こちらもゴム製のボタンにはなりますが、使い勝手は非常に上がりそうです。またこの上には VOR または ADF の切り替えるスイッチが2つあり、それぞれの位置にセットできます。続いてマップの様々なモードを切り替えるノブですが、アプローチモード、VOR モード、一般的なマップモード、ルートの確認の時に使えるプランモードに切り替えることができます。右側のノブではレンジの切り替えで5マイルから640マイルまで変更ができ、それぞれノブでスムーズに変更が可能になります。ここのボタンの素材はプラスチック製ですが、結構奥まで押せるので感触は良かったです。細かいと感じたのが、プランモードにしている際はこの上部のボタンを押すことができなくなります。細部まで本物に近づけているという印象が非常に強くありました。次に FPV のボタンとメートル表示のボタンです。これもゴム製になっていて、ボタンを押す際は少し強く押す必要がありそうです。次にミニマムを設定するノブですが、実際に MSFS を立ち上げて見ていきます。回した感じはコロコロと反応よく調整ができて、瞬時に回した時やゆっくり回した時の微調整も問題なく行えました。今回も SIM 内との入力の遅延などもなく、ダイレクトに反応してくれました。右側のノブでは QNH もセットでき、マウスより操作性は格段に上がりそうです。ただ欲を言えば、ノブの方の回転をもっともっと滑らかにしてほしかったという印象はあります。少し他のボタンも触ってみたいと思います。次に他社メーカーと並べて比較していきたいと思います。今回は以前紹介したウィンウィングの CDU と並べてみました。まず外見ですが、色は少し異なり、ウィンウィングの方が少し濃いめのダークグレーで、コックピットシミュレーターの方はグレーになっています。実機の写真を見ると、コックピットシミュレーターの方がどちらかというと実機の色合いに近いのかなという印象がありました。また本体が金属製かプラスチック製かで質感の方はだいぶ異なった見た目になっています。あとは序盤で紹介したハンドルバーのありなし、また細かいところだとボタンの上のフォントの違いが少しあります。ボタンの方はウィンウィングの方が少し柔らかめになっていて、コックピットシミュレーターの方はボタンがやや硬めで丈夫そうな作りになっています。押しやすさに関しては両メーカーどちらも押しやすく、それほど大差はないように感じます。ディスプレイは両メーカー光沢があり、フォントの違いや大きさなども異なっています。ウィンウィングではフォントの変更などカスタマイズできるので、その点は優れていそうです。
コックピットシミュレーターのディスプレイでは高解像度となっているので、文字ははっきりと見やすくなっていました。次にコックピットシミュレーターブリッジと機体の互換性についてですが、どのメーカーでも専用のソフトウェアを通して動作させるのが主流となっていますが、このコックピットシミュレーターブリッジはとてもシンプルで、接続もとても速くなっています。デバイスを PC とつないでブリッジと MSFS を起動すれば、SIM 内ですぐに使用可能となります。また、いくつか項目があり、ボタンが正常に動作しているかテストできたり、ファームウェアのアップデート、コンフィグページではシミュレーターを起動させると自動的にブリッジも起動させることも可能です。また機体の互換性ですが、現在アップデートを重ね、いくつかの機体に対応しています。CS737X-CDU と EFIS では MSFS2020 の PMDG737、777、また iFly の 737MAX にも対応しています。MSFS2024 も同様となっていて、今後2024で PMDG737 がリリースされれば、アップデートで対応されると思います。その他では X-Plane や P3D でも対応しています。詳しくはホームページの方もご覧ください。最後に値段の方ですが、今回紹介した CS737X が$799、EFIS が$459となっています。やはり他のメーカーと比べると材質やクオリティにもこだわっているため、値段が少し高いところが気になると思います。そこで今回は担当者様より特別にリスナー様向けのクーポンをご用意いただけることになりました。ホームページ内の全製品が対象で$50割引のクーポンとなっています。購入画面からお好きな製品をカートに入れ、カートを見るをクリックします。ここのクーポンの欄にクーポンコードを入力すると$50割引となります。クーポンコードと有効期限など詳細は概要欄または固定コメント欄に記載しておきます。本日も最後までご覧いただきありがとうございました。今回コックピットシミュレーターの CDU と EFIS を紹介してきましたが、実機をもとに細部までこだわった製品で、品質に関しては本当に優れていました。ホームコックピットの一部としてさらにリアルな体験がお楽しみいただけると思います。今後も MSFS 関連様々な動画を投稿していきますので、気に入っていただけましたらチャンネル登録、また X のフォローもお待ちしています。それではまた次回の動画でお会いしましょう。ご視聴いただきありがとうございました。